dedicated game channel by Coconetta。 みんなお元気？さて今回の始まりは 9.7 アップデートで強化された旧型エネルギー系のこの3タイプ。 10% のダメージ増加を受けてどのくらいの威力となったのか確認します。まずはハッサー。これ以降の武器レベルはマーク2レベル1に統一してます。さすがにティア3なんでブーストなしじゃかなり厳しいね。次はニュークリアブースト95。どうだろうね。まあここまでだとマーク1 12レベルでも使えるよね。それじゃ軽武器6スロットの威力はどうかな。まあこれもそれなりだね。おや、これだと十分じゃない？いい感じかな。それならばハッサーのマーク2レベル12と比較するとどっちだろうね。そうなるとマーク S ダゴンかなり期待できるんじゃない？ということでダゴンプロジェクトでは装備武器がいよいよ固まりつつあります。こんな感じでね。これからダゴンを少しずつアップグレード進めていけばそれなりのバトルできるんじゃないかな。そんな状況で今回はマーク S ダゴンのバトルをご参考クリップとしてバトル開始前のダメージチェックで確認してみます。違いはドローン装備とパイロットスキル。これで同じ武器レベルではどのくらいの威力増加となるのかな。これならレベルをこれ以上上げなくたって十分に戦えるよね。それでは先ほどの装備コンビネーションでのバトル。武器レベルはマーク1レベル12と同じだから何としてでもって感じでチャンピオンリーグにこだわらなければこれで十分じゃないかな。ドローンとパイロットスキルについてその差をどう埋めるのかってことはあるけどね。まあそれでも劇的な差があるとは思えないけどかっこよくまとめるならドローンとパイロットスキルの差はプレイやスキルがそれをカバーするからね。そんな言葉になるんだろうね。やっぱりコテネタはとても言えないけどまあそうは言ってもバトルでの勝負でかなりコストによる格差があるじゃない？そうなるとコストかけずにレジェンドリーグってことは不可能じゃないけどかなり厳しいと思う。それでこのゲームは終わりだ。頂点にはたどり着かないゲームだってそう言われても仕方がないけどそうじゃなくどう楽しむのかそこだと思うんだけど。ほら莫大なコストかけても必ずレジェンドリーグの頂点に立てるとは言えないと思うしね。そこで今回のティア3旧型エネルギー系の3タイプの 10% バフ。これはかなりコストかけないプレイヤーでも楽しめる。そんな武器じゃないかと思いまして参考が限定エディションってとこは失礼しますだけどね。まあそんな思いとね。それからこれは好みとなるけどこのタイプには特殊効果なんてものがないよね。ただただシンプルなダメージって感じでここが実は気に入ってるとこ。そして最大のお気に入りはこのショット感覚。バーチャルなフィールドでバーチャルなロボットを操りバトルやってる。
そこに来て、このエネルギー弾のショットの弾道奇跡と、この音、だね。強烈な威力を好むなら、これは無理だよね。それでも高くない威力でそれなりのバトルを楽しむなら、このタイプの 600m 射程をうまく使いこなせれば、まあそれなりに一矢報いることは十分に可能だね。それってかなり爽快じゃない？その後の定番は青いおちょこちが怒りを込めて突進してくるとか、トゥムルツスの一斉射撃で溶けて消えるとかあるけどね。いかがですか？今回の 10% バフによってそれなりのバトル展開もコンビネーションによるけど可能となったって感じられました。格納庫に眠ってる武器、久しぶりに装備されてみてはいかがでしょう。それではご視聴いただきありがとうございました。おやすみなさい。